今回は、よく似ていて混同しがちな、追い越しと追い抜きの違いについて、わかりやすくご紹介します。追い越しと追い抜き、言葉は似てるけど、意味に違いはあるの？あるんだよ。まず、追い越しっていうのは、車が他の車などに追いついた時に、進路を変えてその横を通り、前に出る行為のこと。これは道路交通法でしっかり定められているんだ。その他の車に追いついた場合って、具体的にはどういう状況のこと？これはね、同じ進路上を走っている前の車に追いついた場合のことを指すんだよ。それから進路を変えて、その横を通り過ぎると追い越しになるんだ。なるほど。じゃあ、進路が違う車に近づいて、その横を通り過ぎる場合は？それは追い越しじゃなくて、追い抜きになるんだ。同じ進路上じゃないと、追い越しにはならないんだよ。へえ、そうなんだ。法律の言葉って、ちょっとわかりづらい。そうだね。でも、交通の方法に関する教則では、もう少しわかりやすく書かれてるよ。どう書かれてるの？追い越しは、車が進路を変えて、走行中の前の車の前方に出ること。追い抜きは、車が進路を変えずに、走行中の前の車の前方に出ることって説明されてるんだ。なるほど、進路を変えるかどうかが違いですね。ところで話を戻すけど、同じ進路って、どういう意味なの？いい質問だね。進路っていうのは、この先、車が進もうとしている道路上のことを指すんだ。なるほど。でもそれって、車線のこととは違うの？関係はあるよ。例えば、車両通行帯のある道路なら、同じ車線を走っている前の車は、同じ進路になることが多い。でも、車線が違えば、進路が違うってことになるんだ。じゃあ、車両通行帯のない道路では、どうなるの？車両通行帯のない道路の場合は、同じ進路になることが多いかもしれないけど、それがちょっとややこしくて、道路が広い場合や車の大きさによっては、進む方向や位置によって同じ進路になることもあるし、違う進路になることもあるんだよ。つまり、進路っていうのは、車の大きさや通行している位置、道路の構造によって変わるってことですね。そうそう。だから追い越しか、追い抜きかを判断するには、進路が同じかどうかをしっかり見極めることが大事なんだ。ポイントを整理すると、こうなるよ。追い越しは、進路を変えて、前の車の前方に出ること。追い抜きは、進路を変えずに、前の車の前方に出ること。追い越しも追い抜きも、前の車が走行中であることが前提。ポイントは、進路を変えるかどうか、そして前の車が走っているかどうかってことですね。その通り。じゃあ次は、追い越しや追い抜きをしてはいけない場所について、別の動画で詳しくご説明します。ぜひまた見てくださいね。